海外旅行へはオラフライの eSIM が非常に便利です。オラフライとは世界200カ所以上のエリアで利用ができるデータ通信専門の eSIM 会社です。なんといっても使いやすさと利用可能エリアのカバー率の広さが非常に人気があり、私も愛用しております。先日韓国のプサンに出かけたのですが、わずか2日の滞在ではありましたが、滞在日数に合わせてプランが選べ、高速インターネットがデータ無制限で利用することができ、非常に便利でした。そもそも eSIM って何？使ったことがないという方がまだおられるかと思います。 SIM カードとはサブスクライバーアイデンティティモジュールの略で、日本語で直訳すると加入者識別装置というちょっとおかしな日本語になります。通常スマートフォンでインターネットを利用する場合、今お話しした物理的な SIM カードをスマートフォンに挿入して、ご自身のデバイスでプロファイルを設定し使うことになります。しかしこの作業が非常にめんどくさい。現地で SIM カードを買いに行く手間や設定する時間がもったいないです。しかし eSIM ならこの手間が全て省けて超簡単に設定ができます。まずはオラフライ購入サイトで行き先を検索、プランを選んで購入してください。支払いはクレカや電子マネーが使えて非常に便利です。するとオラフライからメールが届きます。そのメールに設定用の QR が表示されているので、その QR をタップしてください。すると eSIM を追加という選択肢が出るので選択してください。設定はすぐ終わるので、完了したらこれで終わり。あとは現地に着いたらデータローミングを有効に切り替えたら即開通します。この作業は日本にいる時からもできるので、1秒でも現地で無駄に過ごしたくない人にとっては最適です。詳しくは概要欄にリンクがあります。リンクからの購入で 5% 割引もあります。ぜひオラフライをよろしくお願いします。ということでスワンナプーム空港到着しました。これから中国東方航空でチェックインしていきます。長いことねバンコクで滞在したんですけど、いよいよタイを出国します。さっき乗ったグラブ、出発フロアにね届けてくれなかったんですよね。次のお客さん拾うためにグラブ乗り場に行きたいから、お前はここで降りろみたいな感じで、結構雑な人だったな。今からちょうど1ヶ月前ぐらいにこのスワンナプームから、上海経由でね中国の長春に行ったんですけど、その時日本人のパスポートでねもうビザなしで行けるようになった直後で、スタッフの人がなかなか理解してなくてね、その制度が変わったことを一悶着あったんですけど、あれから1ヶ月経ったんで、また同じね中国東方航空で、無事に乗れるとは思いますけど、それで今回のね最終目的地は吉林省の塩吉市というね場所なんですよ。で南京で乗り換えなんですよね。でビジネスクラスで取りましたけど、久しぶりにっていうか南京は行ったことはあったんですけど、空港は多分利用したことないんで、地方空港だからな、そこで1回入国して国内線乗り換えみたいな、感じになります。今の時間はね1時53分なんですよね。めっちゃ深夜なんですけど、飛行機はね4時出発です。はい。で今それでも多分混んでるのかな。中国便はねすごい悪い時間が多いですよ。安いんですけどね。タイムテーブル今見てますけど、ありますね。もうチェックインオープンしてます。 MU7722 便の、南京行きですね。じゃあ行きましょう。ということで、機材はね大したことないと思うんですけど、一応ビジネスクラスなんで今回ね体力温存を優先しました。現地に着いてから過酷な撮影と移動がちょっと控えてるんで、今回はちょっと贅沢にビジネスクラスにしました。こちらですね。今回チェックインカウンターのスタッフタイ航空ですね。前回はなんかスイスポートかな、なんかよくわかんないけど代行でやってる会社だったんですけど、タイ航空の人ならスムーズにいきそうだな。ということでチェックインの完了いたしました。全然混んでなかったですね。はい。この時間で、ちょっと今日遅いんですよね。あと1時間半ぐらいでも出発なんで、そんなもうラウンジにも行く時間ないんですけど、それで空いてたのかもしれないです。で今までだとこの中国東方航空ね、上海乗り継ぎとか北京乗り継ぎとか散々やったんですけど、今回ね塩吉という場所に行くんですよ。吉林省の。多分皆さんほとんど分かんないと思います。もうすでにね先に滞在の様子とか上がってるかもしれないんですけど、中国の、大都市であれば結構国際線から、国内線でもね乗り継ぎでも荷物がスムーズにねダイレクトに行ったりするんですけど、今回やっぱり南京が安かったんで南京で
乗り換えをするというチケットを買ったんですよ。やっぱりね荷物をピックアップして再チェックインをねしないといけないということで、投資で中国東方航空なんですけどダメでした。はい、やっぱりね上海、北京の方がいいのかな。地方空港だとちょっとくどいようですけど、もう1回ねチェックインをし直さないといけない。で荷物も受け取っていかないといけないっていうちょっと手間が発生しますね。南京で4時間ぐらいあるんですよね。遅延することも見込んで多めに取ったんで、まあ乗り遅れるとか時間がないってことは多分ないと思います。今チケットは南京までしかもらえなかったんでね、もう1回チェックインカウンターに行くっていう、感じです。ビジネスクラス選んでるんでラウンジは国内線でも行けると思うんですけど、実を言うとね今年の初フライトなんですよね。2025年の中国東方航空から始まりますよ。あとはねこの2025年一発目のフライトなんですよね、私のね。で中国東方航空で、しかも中国に行くという感じで、始まりました。今年1年よろしくお願いします。とりあえず今からねプライオリティレーン使って出国して、ラウンジ行きましょうか。そう言うの忘れてましたけど、今のチェックイン、何の問題もなくねビザがどうだとか聞かれなかったです。なんで前回のビザなしになってからのタイミングだとまだ切り替えが多分スタッフの人知らなくてねごちゃごちゃあったんですけど、今日はスムーズでしたね。タイ航空のスタッフの人だったっていうのもあると思うんですけど、なのでややこしいこともなく、普通のね航空会社でチェックインするときと同じように質問もなくね終わりました。ということで秒で保安検査出国審査終わりました。街はゼロでしたね。快適。やっぱこのプライオリティレーン使うとねスワンナプーム本当楽だよね。でも最近自動化ゲート増えてるからね一般レーンもそんなには並ばないとは思うけど、とりあえずあと1時間ぐらい出発まであるんでラウンジ行くんですけど、中国東方航空がね指定してるラウンジがミラクルラウンジなんですよね。ミラクルラウンジはタバコが吸えるところがあるんで、そこでこのラウンジね、インビテーションカードを使っちゃおうかなと思います。もう全然飯もいらないですしね。多分ね機内食もね南京までないんじゃないかな。この前東方航空なかったですからね、バンコク、上海。いらないけどね。それだったらちょっと食べようかな。今回のねバンコク滞在めちゃくちゃ天気も良くて気候も良かったんですよ。ずっと20度ぐらいで涼しくて春みたいな感じで、南京は多分そこまで寒くないですけどね。バンコクよりかは寒いと思うけど、吉林省の延吉市、今から今日の最終目的地ですけどマイナス20度とからしいんですよね。過酷だな。今日はすごい空港が空いてる気がする。やっぱりあれかな、年末の人たちも減ったし、平日ですしね。でこの深夜だからガラガラですごい快適ですね。スワンナプームから、中国、南京までは3時間55分とチケットには書いてありました。オンラインで予約したときは。実際ちょっと分かんないですけど、4時間ぐらいかかるっていう感じですかね。南京とね上海も結構近いんですよね。何度も紹介してますが D の5番ゲート近くのミラクルラウンジ PP で入れます。ここはタバコが唯一吸えるラウンジです。よし、タバコを吸うためだけに来ました。一応ちょっとした食べ物はあるけど、ホットミールもあるんだ。こんな時間でもあるんだね。食べないです。ゼロコーラとサンドイッチだけもらってきました。ほんとここはね人いないからいいっすよ。快適。しかも今の時期暑くないから雨も降らないし涼しくていいですね。とりあえずね問題なくチェックインして、この後ね多分飛行機乗って帝国に着くと思うんですけど、実はね一昨日ぐらいにこのフライトがなんかキャンセルになりそうだったんですよね。変更するかもみたいなまずメールが珍しくね中国東方航空から来て、で時間がね3時間ぐらい後になる。だから朝の7時ぐらいの出発になりそうだったんですよ。でもそれでも多分間に合うなと思ってたんですけど、結局最後の最後で帝国にまた変わって、で今日の4時15分発に戻ったんですけどね、やっぱ東方航空機材変更とか出発時間変更とか、あと突然のキャンセル、やっぱり中国のエアラインの中でダントツに多いような気がしますね。エアチャイナとか、ね、南方航空で自分はあんま経験したことないですもん。東方航空ばっかりいつもこういうなんかイレギュラーなことがよく起きる気がしますね。それではラウンジを出てゲートに行きます。もう眠くて死にそうです。
早く飛行機の中で寝たいです。全然人がいないですね。 C の5番ゲート、これですね。 MU7722 便。ということでゲートくぐりました。乗ってきます。Good morning. ということで機内入りました。一番前の席ですよね。6の L だったんで後ろの方かなと思ったんですけど、ビジネスクラスは8席しかないタイプですね。で今もう早速スリッパを履けということでもらいました。でかいクッションと中国東航空のブランケットかな、これもらいました。機材はね、320ですね。あとドリンクメニュー置いてありました。でこんな風にベルトしてあるんでメニューも1個しかなかったから隣はお客さん来ないのかなと思います。食事は多分ないんじゃないかな。中国東方航空茶ありますね。前回飲みました。席はこんな感じで旧式の、フルフラットにならないタイプなんですけど、それの新しいやつみたいな感じかな。前も説明したと思いますけど、自分結構これ好きです。幅は広いのとクッション性が高くてフルフラットにはならないんですけど、これ目いっぱい倒すと結構、マッサージチェアみたいな感じの座り心地で好きですけどね。これでビジネスはもったいないっていう人も多分多いと思いますけど、そんなに長い時間乗らないし、ちなみに今回航空券7万円ぐらいですね。最終目的地まで乗り継ぎ分も入れて、エコノミーで買ったら3万ちょっとだったんで、倍以上するんですけど価値はあるかなと思います。ということで今、ウェルカムドリンクもらいました。オレンジジュースかリンゴジュースでした。前もそうだったね。水とかは言えばくれるかもしれないけど、オレンジジュースもらいました。女士们、先生们，现在广播找人，请40排 L 座旅客、40排 L 座旅客到。ということで間もなくドアが閉まりますけど、ビジネスクラス8席中3人だけですね。結構空いてますね。做好客舱行李确认。7722 is bound for Nanjing. For safety reasons, you are not permitted to use the portable power banks on board. Thank you. で今ですね、機内食のオーダー取りに来ました。到着前に、朝食があるみたいです。でチャイナか、ウエスタンかって言われたんで、洋食の方を選びました。オムレツだそうですけど、メニューはねないんですけど、ドリンクメニューしか渡されてないんですけど、口頭で言われました。あるんですね。ないかと思ってましたけど、その便によって違うんですかね。この前上海便だからなかったのか、南京便はあるのかな。この差はよく分かんないですね。12日准备到位监控，滑梯待命，相互检查。Morning, ladies. International cabin speaking. Welcome boarding Chinese 7722 and from Bangkok to Nanking. The way takes 3 hours and 30 minutes. 今放送があった通り、南京までは3時間30分だそうです。早いですね。それぐらいだろうね。无论出发还是归来，东航伴您筑梦启航，共赴美好。女士们、先生们，东方万里行会员们，早上好！我是本航班乘务长，欢迎您搭乘中国东方航空班机前往南京电源，为电子设备充电，并确保充电宝电源处于关闭状态。Bound for Nanjing. Our flight time is 3 hours and 30 minutes.
ことで機内サービスが始まりました。爆睡してましたけどお腹空きました。まずは温かいお手拭きと前回と同じですね、ナッツが来ました。それでこんな感じで今食事がもう一気にワンプレートで運ばれてきました。洋食の朝ごはんですね。オムレツとかベーコンとか、ちょっと今機内がかなり揺れてるんであれなんですが、で飲み物は男は黙って炭酸水にしました。フルーツとコーンフレークもありますね。パンもクロワッサンでかいです。全然うまそうですね。これ多分バンコク詰め込みだと思いますけど、全く食事ないかと思ったんで嬉しいです。保持检查座椅周围，确认已携带好手机、耳機等的電子設備以及護照。はい、ということで南京国際空港到着しました。とりあえず入国審査を受けて一旦外に出てまた再チェックインですね。谢谢谢谢。ということで南京国際空港で到着しました。南京空港来たことないって言ったかもしれないですけど、ありましたね。そういえば名古屋から直行便で去年来ましたよね。忘れてました。こういう地方空港ね、国際線ガラガラなんですよね。国内線の方がメインみたいな感じですね。とりあえずこの先イミグレーションです。ということで中国入国完了いたしました。もう待ち時間も、並んだりもしてなかったんで秒で終わりました。質問も何もなくあっさり入国完了ですね。とりあえず今から国内線の中国東方航空のチェックインカウンターで荷物預けたりチェックインをねもう一回やり直したいと思います。時間はねめっちゃたっぷりあります。あと4時間ぐらいありますね。前回南京市に来た時ねこういうとこも歩いた記憶がありますけど、確か夜景が綺麗なところ、あそこすごい人で船とか乗れなかったんだよね。また行ってみたいですね。立派なでかい空港でスタバとかも何でもあるし、中国は国内線でもねビジネスクラスしっかりやってるんで、ここですね、専用のなんか赤い絨毯が引いてあるところ、ここでチェックインします。ということでチェックインの方完了いたしました。もう問題なくサクサクチェックイン、終わりました。ビジネスクラスだったっていうことでいつでもねチェックインできるんですけど、多分普通のエコノミーだと3時間前とか並ばないといけないと思うんですけど、普通に終わりました。あとね南京空港ね、タバコに関する情報を言うと、中に入ってしまうとねもう喫煙所ないということで、上海とかだったら吸えるんですけど、南京は吸えないんでね、吸うならもう保安検査を受ける前に吸うしかないですね。なんでタバコが吸えればねもうすぐにラウンジ行って時間潰そうかなと思ったんですけどできないんで、なのでギリギリまでねタバコ吸いたい人はラウンジとか行く時間を減らして外で吸ってから保安検査を受けて入ってくるパターンの方がいいのかなと思います。自分もそんなにもうラウンジ行ってもやることないんでね、適当にこの辺でブラブラしてから時間潰してから保安検査を受けて国内線で移動していきたいと思います。さすがに4時間ねやることないと暇なんで、
ちょっとフードコートとか見に行きましょうか。若干お腹空きましたね。機内食で朝ごはん食べたんですけど、あれからだいぶ時間も経ちましたしね。ケンタッキーとかニューローメンとかかな。軽く食べようかな。ラウンジ行けばね何でもあるとは思うんですけど、ちょっとタバコ吸いたいんで KFC で軽くなんか食べますか。ということでこんな感じで注文しました。タピオカソフトクリームと、アイスアメリカーノコーヒーですね。これで700円ぐらい、32元。いいんじゃないですか。別に空港価格としてそんな高くはないかなと思いますけど、注文も WeChatPay で余裕で払いました。今までね結構アリペイ使ってたんですけど、今回からねちょっと WeChatPay に切り替えようと思って、別に特に意味はないんですけど WeChatPay の方が WeChatPay しか使えないとことかね、なんかちょこちょこあるんですよね。で田舎に行けば行くほど WeChatPay の方がいいのかなと思ったんで、今回私延吉ヤンジェっていう場所、行くんですけど、そこも WeChatPay の方がいいのかなみたいな感じで、実験的に今回そっちを対応していこうかなと思っております。普通にうまそうですね。普通にうまいわ。これも普通にうまいわ。ちなみに南京から、吉林省のねヤンジャまではだいたい2時間半ぐらい、2時間20分ぐらいのフライトですね。ありますよね。到着は現地時間の夕方5時ぐらいかなの、感じになっております。それでは今から保安検査を抜けて制限エリアに入ります。国内線もねファーストクラス、ビジネスクラス専用レーンがありますね。こちらですね。ということで保安検査抜けました。めちゃくちゃ厳しかった。20分ぐらいかけて全部をね出して並べて調べるタイプだったんで、プライオリティレーンなのに俺結構いつもね荷物検査すごい厳しく見られるんだよね。中国もともと厳しいけど特別厳しくいつも見られてる気がする。国内線のフロアでもこんな広くて国際線の空港みたいですね。こういう風にブランド品もいっぱい、ディオールグッズとか。それで V3 のチャイナイースタンラウンジ、目の前これだね。ここに行けるみたいなんで行ってきます。あと2時間ないぐらいかな。ANA とかもこのラウンジなんですね。すごい広そうなラウンジですね。こちらですね。すごい豪華。中国っぽいですね。すごい何でもありますね。すげえ、サラダがこんな風に小分けされてる。ちょうどお昼の時間ですからね。ヌードルバーもありますし、国内線としては相当ですね。こんなキュウリ1本あるんだ。ということでこんな感じで今お昼のお食事を持ってきました。トマト卵麺みたいなやつ、これうまそうですよね。あとなんかニューロー麺みたいなのあったんですけど、こっちにしました。あとなんか麻婆豆腐っぽいような豆腐の煮たやつと、白菜みたいなやつを煮たやつと、イカ高菜炒めみたいな、全部うまそうですね。結構席埋まってますからね。皆さんも盛り食いしてます。で飲み物は炭酸水にしました。これめっちゃうまそう。しかも熱々なんでね、もう今外すごい寒かったです。もう全然バンコクとは違いますね。それではラウンジを出てゲートに行きます。
ということでちょうどゲートの前に来たらもう今ボーディングが始まりましたんで乗っていきたいと思います。タイミングが良かったですね。ビジネスクラスはバスが違いました。ビジネスクラス。Thank you。バスで移動ですよね。置き止めなんですね。天気はめちゃくちゃいいですね。バスを降りて結局タラップなんですね。ここからまた階段だ。ということで機内に入りました。機材は319ですね。エアバスのちょっとさっきより古いけど、まあ十分広いです。ちょっとこれが邪魔ですけど、まあ、あとはスリッパとかなんか新聞も入ってますね。クッションとドリンクメニュー表と同じくブランケットですね。はい、ということでこちらの飛行機もビジネスクラス8席ですけど、今回はね、満席ですね。全部埋まってます。熱々のホットタオルですね、おしぼりいただきました。湯気が出てるぐらい熱々です。はい、ということでウェルカムドリンク、またオレンジジュースでした。座席はエンジンの横ぐらいですかね。ちょっと窓がめちゃくちゃ汚いんであれですけど、南京から延吉までは1時間55分ですね。2時間なかったです。もう今ドアが閉まります。女士们、先生们，您乘坐的是 MU7。これを見ると思いっきり北朝鮮の上を飛びますよね。この南京からヤンジまで。ちょっとこれも見ものですね。普通のね、西側の国の航空会社だったら飛ばないですよね。避けて通りますよね。仅供水上撤离时使用。使用时，起初并撕开包装，经头部穿好，请采用这种防冲击姿势，直到飞机完全。機内サービスが始まりました。飲み物はもうずっと一緒で、炭酸水でおしぼりがあって、で食事はねもうないみたいです。このなんかちっちゃいケーキみたいなやつとかフルーツだけ、全員これだけみたいですね。みかんとドラゴンフルーツとキュウリ
これはメロンかな。はい、こんな感じです。收起小桌板，调整椅背。女士们、先生们，我们已经抵达延吉朝阳川国际機場。擅自打開ということで延吉国際空港到着しました。すごい雪が積もってますね。はい、とりあえずもうちゃっちゃと到着して荷物を受け取ってホテルに行きたいと思います。检查最周围。Ladies and gentlemen, welcome to 延吉朝陽川 International Airport。はい、ということで今バスに乗りました。ということで延吉空港到着しました。すごい上になんかラッキリアとかいうのありますね。ロッテリアのパクリみたいなやつかな。すごい。こちら吉林省の延吉市ですね。朝鮮自治州となっている場所で、公用語が中国語と、ハングル朝鮮語という不思議なね町です。もう食べ物とか文化とかもほぼ北朝鮮というところですよね。空港の中ももうハングルばっかです。外めちゃくちゃ寒いですね。マイナス10度ぐらいじゃないかな。とりあえずもうちゃっちゃとホテルに移動します。うわ寒いな。すごい寒いです。これが空港の外ね。延吉空港ちっちゃいんですけどね、すごいわ。ハングルだらけ。こちらがでも日本語も書いてあるな。延吉空港って書いてある。漢字とハングルと英語とひらがな。延吉じゃなくて延吉って書いてあるね。寒すぎる。やばいやばいやばい、めちゃくちゃ寒い。ちょっとタクシー乗るしかない。はい、日本人です。すごい、もう一発目からタクシーで日本語が通じました。こんなこと今までないですね、中国で。すごい。はい、基本はやっぱ韓国語ですね。こんばんは、こんにちは、おはようございます。おーすごい、日本語こんな喋れるんだ。すごいね。ほとんどの人知らないんじゃないかな、こんな文化があるところなんて。やっぱり朝鮮族の人たちは違いますね。その辺の中国人の人たちと比べてなんか雰囲気とか対応も違いますし、やっぱりちょっとだけ日本人に近いようななんか接し方とかありますね。ということでホテルに到着しました。
円吉国際ホテルというホテルですね。1泊8000円ぐらいで予約しました。はい、今からチェックインします。空港からね、だいたい7キロぐらいでした。あったかい。横がね、北朝鮮レストランというか朝食料理のお店なんですよね。今からそこで晩ご飯も食べようと思います。とりあえずチェックインできました。部屋に行きましょう。ガチの中国ローカルホテルですね。あ、これなんかロシアのなんかありますね。マトリョーシカと、すごい平壌なんちゃらっていうお店がありますね。ホテルの中にね、今コンビニがあって、空港でライター没収されたんで今買いに来たんですけど、普通にね、北朝鮮の以前買ったことあるんですけど、お金とかね売ってるんですよね。タバコとか。ちょっとこの辺はまた後日ゆっくり見たいと思います。あとね、このホテルの中に3つレストランがあるんですよ。で、今ここ朝鮮族焼肉と朝鮮族、一般的な多分冷麺とかのお店と、あと平壌なんとかバーっていうのがありました。すごいね、これすごいわ。やっぱ円吉動画のね撮れ高ありすぎます。この円吉の街では結構有名ないいホテルだと思います。ローカルホテルの中で円吉国際ホテルっていうホテルですけど、どっちだ。11階。はい、ちょうど、はい、こちらですね。1116。ということで部屋に入りました。こんな感じ。すごい立派な部屋だな。これ1泊8000円ぐらいだったんですけど、なんかフルーツとトマトとみかんとお菓子が置いてある。はい、いや十分ですね。思ったよりも綺麗で驚きました。なんか可愛いタオルのうさぎちゃんがいる。あとはこちらがトイレと、はい、全部アメニティもありますね。あってシャワーですか。はい、ちょっと見えるかな。夜景はこんな感じで、川がすごい綺麗に見えます。おお、カーテン自動だった。すごい。とりあえずこんな感じでタイのバンコクからね、南京を経由して、こちらの、円吉、到着することができました。で、無事にホテルにも入れました。今の現地の時間は夕方の6時半ぐらいですね。最後ね、空港からホテルに来るタクシーもまさかの日本語がね、普通に通じるっていう、おっちゃんのタクシーだったんで、そう、もうかなり楽でしたね。とりあえずちょっとお腹が空いたんで、今からこのホテルの中にある、北朝鮮レストランに行ってこようかなと思います。2階の、朝食料理店行ってみましょう。こちらですね。うわ、すごい混んでる。すごいね。韓式の、韓国式というか朝鮮式のレストランで、かなり綺麗で大規模ですね。なんかショーも始まりました。で、やっぱり韓国料理がいっぱいいろいろあって、こういうのは多分ね、この街にいっぱいあると思うんですよね。まだまだ滞在するんで、いろいろ深掘りしていこうかなと思ってるんですけど、とりあえず今お腹が空いたんで、今日は今からここでちょっと軽く食べます。プデチゲみたいのもありますね。あとカムジャタンみたいなやつとか、ちょっとでも中華っぽくなってる感じはしますね。一人で食べるとね、結構すごい量だと思うんで、この、チヂミとか冷麺ぐらいに軽くしとこうかなと思います。はい、民族主食って書いてある。これもうまそうですね。あとチャーハンとか冷麺がどっかにあったはずですね。これ冷麺いいですね。25元安いですね。ホテルの金額としては安いんじゃないかな。ビビンバとかもありますね。石焼きビビンバ25です。
冷麺は北朝鮮発祥の料理なんですよね。韓国でもやっぱり皆さん食べるけど、やっぱり本場は北朝鮮ということで、こちらの朝鮮族の人たちの方がより本格的なのかなと思って、お店でも多分この先いっぱいあると思うんですけど、ちょっと今食べたいんで、この冷麺頼みましょうか。それで注文した塩吉冷麺ですね。平壌冷麺のほぼ近いと言われてるやつですけど、めちゃくちゃキンキンに冷えてて冷たいですはい。まあでもなんか北朝鮮のなんか田舎の文化で、こう暑い時こそ暑いものを、寒い時こそ寒いものをっていうので冷麺を食べる文化があるって聞いたんですよ、真冬に。本当なのかな。でもね、注文してる人結構いる。このクソ寒いのに。もちろん鍋とかもすごい皆さん食べてるんですけど、多分お酒飲んできてあったかくなってきたら冷麺食べたくなるんかな。具材はね、リンゴかなと、まあ、チャーシューみたいなお肉で黒い麺ですねと、なんか肉団子みたいなのときゅうりとゆで卵です。すごいシンプルですね。これ25元なんでかなり安いと思う。ホテル価格でも安いと思う。あとこれが豚キムチスープですね。まあ至って普通ですね。韓国にあるのと変わんないぐらいの匂いはめちゃくちゃいいですね。あとご飯もついてきました。はい、今日の晩ご飯はこれです。それではいただきます。めっちゃうまい。すごい体に染みるわ。味がねマイルドですね。やっぱりあれなんかな、韓国で食べるやつよりちょっと薄味なんですけど、辛さもすごい控えめ。わ、これバカうまいわ。あとは北朝鮮式の冷麺。冷麺もスープうまいね飯がこううまいとこう旅先が楽しくなりますよね。こちらの朝鮮族エリアならね、もう飯基本的に私多分全部食べれる。すごい嬉しいわ。麺の量やばいわ。こんなあるんだ。なんかハサミとかないんかな。うまっなんだろうね、日本で食べる冷麺もうまいんだけど、やっぱり本場の冷麺って味が違うよね。地味にこのお水あれですね、ペクトゥ山の長白山って書いてあるけど天然火山ミネラルウォーターって書いてある。このキムチスープが今日食べた中で一番美味しいな。全然辛くないですね。ということで、こんな感じで吉林省の塩吉市朝鮮自治州ですね、町に来てみました。初めてね滞在になります。で、次回の動画でこちらのね町の滞在の様子を一本にまとめてお届けしようと思います。少しだけね今回このホテルとか紹介しましたけど、明らかにね普段の私が行ってる中国の町とは違いまして、朝鮮自治州なんでね、もうほぼほぼ中国ではありながらも別の国みたいな感じですね。喋ってる言語もそうですし、街中ね、一応漢字はあるんですけど、基本的にはハングルメインの表示で、食べ物もね北朝鮮ベースの朝鮮族の人たちの文化がすごい濃い場所なので、こんな面白いとこないなというふうに思っております。やっぱり朝鮮族の人たちがねこう主で、回してる街、文化もね、違うんですけど、いい人が多いのかな。今回また恵まれましたね。すごい日本語も喋れる人だったし、なかなかね中国でねパッと乗ったタクシーがね日本語が喋れる人ってあんまいないと思うんですよね。独特のね、もともと日本が統治してたっていうことも関係してるのかもしれないですけども、すごくこう不思議だなっていうふうに思いました。今日はもう明日早いので寝ようと思います。それでは次回お楽しみに。おやすみなさい。